1945年2月19日午前9時、東京から南方約1200キロ、太平洋に浮かぶわずか21平方キロメートルの火山島、硫黄島。この日、アメリカ軍はデタッチメント作戦に基づき、太平洋戦争で最大規模となる上陸作戦を開始した。米軍にとってこの島は何としても手に入れなければならない不沈空母だった。サイパンやテニアンから日本本土へ向かう爆撃機 B29 の飛行経路上にあり、日本軍のレーダー基地が置かれたこの島は本土空襲の大きな障害となっていたのだ。逆にこの島を奪取できれば、被弾した B29 の緊急着陸場となり、護衛戦闘機 P51 の基地として日本攻略の決定的な足がかりとなる。島を包囲したのは第5艦隊を主力とする数百隻の戦艦と空母、そして7万人の精鋭海兵隊。上陸に先立ち、米軍は数ヶ月にわたって島が形を変えるほどの猛烈な爆撃を浴びせ続けていた。上陸直前の3日間だけでも数万発の艦砲射撃が撃ち込まれ、島の緑はすべて焼き尽くされ、地表は月面のような荒野と化していた。米軍の指揮官たちはこの圧倒的な物量を前に確信していた。これほどの地獄を浴びて生き残れる者はいない。作戦は5日で終わるだろう。と。だが海兵隊が黒い砂浜に降り立った時、彼らを迎えたのは墓場のような静寂だった。これまでの当初防衛戦で見られた波打ち際での派手な抵抗はない。兵士たちが内陸へと進み、足元の火山灰に苦しみながら第一防波堤を越えたその瞬間だった。突如として地下から噴き出すような猛烈な十字砲火が砂浜を襲った。隠蔽された統治下、そしてすり鉢山の断崖に掘られた無数の銃眼から計算し尽くされた砲弾の雨が降り注ぐ。米兵たちは姿の見えない敵に翻弄され、なぎ倒されていった。ある米軍記者はこの凄惨な光景を旋律を込めてこう呼んだ。ミートグラインダー。それは米軍の予想をはるかに超え、最終的に死傷者の数が日本軍を上回るという太平洋戦争において最も凄惨な36日間の幕開けであった。最強の米軍をこれほどまでに恐怖に陥れ、絶望の淵に追いやった見えない要塞。この迷宮を築き上げたのは日本軍守備隊の指揮官、栗林忠道。彼はなぜ日本軍の伝統を捨て、地下に潜むという孤独な戦いを選んだのか。そして彼が死の直前まで家族に送り続けた最後の手紙に込められた悲劇的な真実とは。1891年、信州松代。かつての藩士の家に栗林忠道は生まれた。文才に恵まれ、一時は新聞記者を志したこともあったが、家計を助けるために軍人の道を選ぶ。秀才として知られた彼は陸軍大学校を卒業。その際、成績優秀者のみが手にできる恩師の軍刀を授与されるという陸軍きってのエリートであった。だがそのエリート将校が歩んだ道は、当時の日本軍の中では極めて異端なものだった。1928年、栗林は駐米武官としてアメリカ、そしてカナダに滞在する。彼はハーバード大学などで語学やアメリカ史を学び、さらに自らシボレーを運転して広大なアメリカ大陸を1300マイルにわたって横断した。そこで彼が目にしたのは、机上の知識では測れないアメリカの真の底力だった。砂漠で車が故障し立ち往生していた際、通りかかった17、8歳の少女が自ら車を運転し、手際よく修理して去っていった。
この日常的な一幕に栗林は衝撃を受ける。アメリカでは若者から女性までが機械を使いこなし、自立した国民性を持っている。この巨大な工業力とエネルギーを持つ国と戦うことは、日本にとって致命的だ。敵を知り尽くした栗林は、帰国後、誰よりも開戦に反対した徹底したリアリストとなった。しかし、当時の陸軍主流派は、精神主義を信奉し、科学的な国力差を軽視していた。栗林の理性的な警告は、時代の荒波にかき消されていく。1944年6月、敗色が濃くなる中、栗林は小笠原兵団長に任命され、硫黄島へと赴く。彼は自分が生きて帰ることは二度とないだろうと悟っていた。カバネを敵に渡すな。その厳しい信念を持つ司令官は、愛用の軍刀を自宅に残し、身の回りのものを整理して島へ降り立った。だが、この冷徹な軍人としての顔の裏には、驚くほど細やかな愛情を持つ一人の父親の姿があった。硫黄島の穀熱と水不足にあえぎながら、彼は本土の家族へ41通にも及ぶ手紙を送り続けていたのだ。そこには、戦況の報告や勇ましい精神論など一切なかった。お勝手の隙間風が寒いでしょうから、この図の通りに目張りをしなさい。お母さんの肩こりはどうですか？たまには休んでいますか？幼い次女タコちゃんへは、当時食べることができなかった天ぷらや寿司の絵を描き、パパが帰ったらこれを一緒に食べようね。今度はもっと上手な絵を描くよ。と優しく語りかけた。大本営からは、軍神として潔く散ることを期待され、部下には生きて苦しむことを命じる。その過酷な責任の狭間で、彼は最後まで良き父であり、良き夫であることを捨てなかった。家族を、そして日本を少しでも長く戦火から守りたい。その切実な思いが、この何の変哲もない火山島を、世界最強の米軍を震え上がらせる死の迷宮へと変貌させていくのである。1944年6月8日、硫黄島に着任した栗林忠道は、休む間もなく島内をくまなく歩き始めた。火山灰に足を取られ、硫黄の臭気が立ち込める中、彼はわずか数日でこの島の運命を決定づける異端の戦術を打ち出す。水際で作戦準備中の陣地はすべて放棄せよ。全軍地下へ潜り、内陸での持久戦に備えるのだ。この命令は守備隊内部に激震を走らせた。特に島嶼防衛における水際撃滅を金華玉城とする海軍側との対立は決定的なものとなる。米軍の巨大な艦砲射撃を正面から受ければ、海岸の陣地は数時間で全滅する。今までの玉砕戦は無駄死にに過ぎない。栗林は幕僚たちの卑怯、臆病という罵声を背に受けながら一歩も引かなかった。彼が見据えていたのは勝利ではない。本土への空襲を一日でも遅らせるための血のにじむような出血持久戦であった。ここから世界軍事史上でも類を見ない地下要塞の建設が始まる。兵士たちに与えられたのはわずかなツルハシとスコップ、そして自分たちの手だけであった。地下壕の中は火山の余熱によって常に40度から50度に達し、換気のない壕内には硫黄の有毒ガスが充満した。一歩足を踏み入れれば、数分で意識が朦朧とする。兵士たちは上半身裸で、交代で岩盤を削り続けた。火薬による爆破は、米軍に位置を察知されるため厳禁された。そうして掘り進められた迷宮は、最終的に全長18キロに達する。
内部は二重の通風口によって温度が管理され、米軍の火炎放射器を防ぐために複雑な L 字型の曲がり角が随所に設けられた。さらに敵をあえて壕内に誘い込み、十字砲火で殲滅するための殺しの間さえも設計されていた。栗林は絶望的な持久戦を強いる兵士たちの心にある誓いを刻み込もうとした。それが全将兵に配布された関東の誓いである。我らは各自敵10人を倒さざらば死すとも死せず、最後の一人となるもゲリラによって敵を悩まさん。そこには伝統的な潔い死を否定し、泥をすすってでも生き恥をさらしてでも敵を足止めせよという非常なリアリズムが込められていた。この過酷な島に栗林の孤独を理解する一人の男がいた。戦車第26連隊長バロン西こと西武一中佐である。1932年ロサンゼルス五輪の馬術障害飛越で金メダルに輝いた国際的な英雄、ハリウッドスターのダグラス・フェアバンクスらと友情を結び、アメリカの自由と豊かさを知る彼は栗林と通じ合うものがあった。しかし西は当初栗林の戦術に激しく反発した。戦車は走らせてこそ価値がある。地中に埋めて統治下にするなど騎兵の誇りが許さない。だが栗林は西を連れ、島全体を歩きながら説得した。西君、我々にはもう空からの援護はない。戦車を走らせれば一瞬で米軍機の餌食になる。島を守る盾になってくれ。友の覚悟に打たれた西は自慢の戦車を半ば地中に埋め、岩場に隠して固定砲台とすることを決断した。彼は壕の中で愛馬ウラヌスの遺髪を握りしめ、かつて友人であったアメリカ人を敵として迎える運命を受け入れたのである。戦闘中、西の人間性を物語る有名な逸話がある。捕らえた米軍の負傷兵に対し、西は自らの貴重な医療品を使い、丁寧に手当てを施した。そしてその兵士が持っていた家族の写真を見て、流暢な英語でこう語りかけた。君の家族は君の帰りを待っているよ。後日、米軍は拡声器で島内に放送した。バロン西、出てきてください。世界は君を失うにはあまりにも惜しい。しかし、西が地下の闇から出ていくことはなかった。硫黄島を最も苦しめたのは敵の弾丸ではなく乾きであった。川も池もないこの島で兵士たちは雨水を一滴残らず集め、泥混じりの水をすすった。米軍に井戸を奪われた後は夜陰に乗じて井戸へ向かう水汲み決死隊が組織されたが、その多くは帰らなかった。兵士たちは極限の渇きから自身の尿を飲み、地熱で蒸される壕内で発狂寸前の精神状態に置かれていた。その地獄において兵士たちの士気をつなぎ止めていたのは、最高指揮官である栗林の背中であった。栗林は中将という特権を一切捨て、兵士と同じ粗食を口にし、洗顔用の茶碗一杯の水さえも喉を渇かした副官と分け合った。階級章を外して島内を巡回し、一兵卒に寄り添い、家族を、日本を守るためにもう少しだけ耐えてくれ、と頭を下げた。司令官と一兵卒、その境界を越えた誠実さという名の結束が、米軍が5日で落ちると豪語した島を36日間の地獄へと変えたのである。硫黄島の戦いが始まってから3週間が経過した1945年3月中旬。米軍が5日で終わる
と豪語した戦いは泥沼の消耗戦へと突入していた。しかし日本軍守備隊は限界をすでに超えていた。食料は底をつき、水は完全に枯渇。弾薬すら尽き果てた兵士たちは手榴弾の信管を抜き、自らの肉体を爆弾として敵戦車に飛び込んでいった。中には岩のかけらや竹槍だけで火炎放射器で武装した米海兵隊に立ち向かう者すらいた。彼らはただ一つの希望にすがり、この地獄を耐え忍んでいた。いつか必ず本土から連合艦隊が救援に来てくれる。友軍の飛行機が空を覆ってくれる。しかしその希望は完全な幻であった。日本の海軍力と航空戦力はすでに壊滅状態にあり、大本営は最初から硫黄島へ増援を送る計画など持っていなかったのである。見捨てられた絶海のことを、栗林中将もまたその冷酷な事実を誰よりも早く、そして正確に悟っていた。1945年3月16日、地下深くの薄暗い司令部壕から東京の大本営に向けて、栗林は最後の通信となる決別電報を打電する。その文面には、死にゆく者の静かな定年ではなく、部下を死地に追いやった軍上層部への怒りとも取れる痛烈な抗議が込められていた。戦局最後の関東に直面せり、特に想像を超えたる物量、敵優勢をもってする陸海空よりの攻撃に対し、沿前都市空権をもってよく検討を続けたるは、小食自らいささか喜びとするところなり。注目すべきは都市空権という言葉である。武器も弾薬も補給されない丸腰の状態で、私の部下たちはよく戦った。それは大本営の無策に対する司令官としての無言の弾劾であった。栗林は弾丸一発、水一滴の補給すら行わなかった国家の冷酷さを歴史の記録としてこの伝聞に刻み込んだのである。そしてこの決別電報の末尾には3首の時世の句が添えられていた。その最初の一句が栗林の、そして硫黄島で散った2万人の将兵の真実の叫びであった。国のため重き務めを果たしえで、矢玉尽き果て散るぞ悲しき。祖国のため家族を守るために重い任務を背負いながら、武器も弾薬も尽き果てて破れ去っていく。その思いはただただ悲しい。当時帝国軍人の時世の句において、悲しきという感情を表現することは絶対のタブーであった。死は名誉であり、天皇のために喜んで命を捨てるのが軍神の務めとされていたからだ。しかし栗林は己を飾らなかった。理不尽な戦争によって善とある若者たちが泥水をすすりながら無残に死んでいく。愛する家族のもとへ帰ることもできず、冷たい土の下に埋もれていく。それが悲しくなくて何であろうか。合理主義の将軍は最後の瞬間に一人の人間としての最も誠実で痛切な本音を大本営へと叩きつけたのである。だが国家という巨大な機構は個人の魂の尊厳すらも平然と蹂躙した。東京の大本営はこの決別電文を受信した後、新聞発表において冷酷な検閲と改ざんを行ったのだ。軍の無策を指摘した都市空権という言葉は都合が悪いとして文章ごと完全に削除された。さらに戦意高揚の邪魔になるとして散るぞ悲しきという栗林の魂の叫びは無断で散るぞ口押しと書き換えられたのである。悲しきと口押し、
似て非なるこの二つの言葉の間にどれほどの絶望の淵が横たわっているだろうか。家族や部下を思う深い哀哀は国家の手によって敵への憎悪と無念にすり替えられた。真実の言葉すらも奪われたまま、栗林中将と硫黄島守備隊はいよいよ最後の突撃の時を迎えようとしていた。1945年3月26日未明、米軍が5日で落とすと豪語した硫黄島の戦いは実に36日目を迎えていた。もはや頼るべき水は一滴もなく、撃つべき弾薬も完全に尽き果てた。地熱50度の暗い地下壕で極限の飢えと渇きに耐え抜いた日本軍守備隊の生存者はわずか400名ほどとなっていた。地下壕の奥深く、栗林忠道中将は静かに身支度を整えていた。彼は軍服の襟から陸軍中将を示す黄金の階級章を静かに外し、一兵卒と同じ何の変哲もない軍服を身にまとった。そして決死の覚悟を示す白いたすきを胸に十文字にかけ、愛用の軍刀を手に取った。最高指揮官が安全な後方から命じるのではなく、自らが陣頭に立つ最後の総攻撃である。出撃に際し、栗林は残された将兵たちにこう言命した。私の屍を決して敵に渡してはならない。当時の日本軍において、玉砕とは大声を叫びながら敵陣に突っ込む自暴自棄ともいえる無謀な突撃を意味した。しかし合理主義者である栗林が指揮した最後の攻撃は最後まで冷徹な戦術に基づいていた。彼らは一切の音を立てず、暗闇に紛れて米軍の野営地へ忍び寄り、手榴弾と白兵戦による組織的かつ統制の取れた奇襲を敢行したのである。熟睡していた米軍は予期せぬ猛反撃に大混乱に陥り、多大な犠牲を出した。この最後の激闘の最中、栗林忠道は敵弾に倒れ、あるいは自ら命を絶ち、凄惨な戦場にその生涯を閉じた。享年53。彼の遺体は最後の命令を忠実に守った部下たちによって硫黄島のどこかに密かに埋葬されたという。戦闘終結後、米軍は多大な畏敬の念を抱いたジェネラル栗林の遺体を血眼になって捜索したが、ついに見つけることはできなかった。現在に至るまで名将の遺骨は発見されていない。硫黄島という極小の島が残した戦闘記録は、戦争の不条理と凄惨さを如実に物語っている。米軍の死傷者は約28,600名。それに対し日本軍の死傷者は約21,000名。圧倒的な火力を誇るアメリカ軍の被害が防御側の日本軍を上回るという異常な事態であった。戦死者数こそ日本軍が甚大であったものの、負傷者を含めた総死傷者数において米軍は未曾有の出血を強いられたのである。米海兵隊の上陸部隊を指揮したホランド・スミス中将は後に自らの著書でこう回顧している。太平洋で我々が対決した日本軍指揮官の中で栗林は最も勇敢であった。彼の性格は彼が残した地下防備に深く記録されていた。それは無数の部下を失った敵将から贈られた最大級の賛辞であった。あれから長い歳月が流れた。現在の硫黄島は自衛隊の基地が置かれ、一般の民間人が自由に立ち入ることは許されていない絶海の孤島である。島の至るところには今も無数の不発弾が眠り、あの地熱50度の地下迷宮にはいまだ1万柱以上の日本兵の遺骨が残されたままだ。慰霊に訪れた遺族たちは黒い火山灰の地を踏みしめながら深い悲しみとともにこう語る。
硫黄島を歩くことは父たちの骨の上を歩くことであると。戦争は終わったと歴史書には記されているが、この島において、そして遺族の心において、あの36日間の記憶は決して過去のものではない。誰よりもアメリカの強大な国力を科学的に分析し、誰よりも日米開戦に反対した知米派のリアリスト、非常な持久戦を指揮し、自らの部下に生きて苦しむことを強要した冷徹な将軍、そして誰よりも家族を愛し、遠く離れた幼い娘のために色鮮やかな絵手紙を書き続けた優しい父親。合理主義と深い人間性、その相反する二つの魂を抱えながら、栗林忠道は国家の無策という巨大な不条理の中で、一日でも長く本土の家族を守るために、自らの命をすり減らすように戦い抜いた。大本営が抹消しようとした「散るぞ悲しき」という彼の一言。その言霊は今もなお硫黄島の厚い地下壕の底から我々現代人に強く問いかけている。真のリーダーシップとは極限状態においてこそ試されるということ。そして国家の論理がいかにたやすく個人の尊厳を踏みにじり、戦争という狂気がどれほどの悲しみを生み出すのかということを。絶海の孤島で散った一人の男が残した最後の手紙は、平和の尊さを告げる魂の遺言として我々の心に永遠に刻まれ続けるのである。